皆さんごきげんよう。今日はインドの、前回インダス文明からいわゆるアーリア人のインド進出のお話をいたしましたですね。それをもう少し復習を兼ねて詳しく説明をしていきたいと思います。アーリア人という言葉はちょっと問題があるんだけども、ともかくそういう言葉は使いますけども、正確に言いますとですね、こんなになってまして、インドヨーロッパ語、いわゆるインドヨーロッパ語族という一つの同じ系統の言葉のグループがあるんですね。でそのインドヨーロッパ語族の中のある特定の一つの言語を話す、そういう民族が、多分民族だと思うんですけれども、そういう一群がですね、それまで、そういう人がいなかったインドの世界へ少しずつ、進出をしていきまして、前回言いましたように、おそらく長い時間をかけて少しずつ定着する中で自分たちの文化を広げていくという形で、土着のインド文化との混合の中で新たな文化世界を作っていったわけです。でそういう世界は一つのある意味、単一の宗教的世界でもあったので、そういう世界のことをバラモン教世界というふうに呼びます。でこのバラモン教世界、これはもちろんその混合ですね、アーリア民族と土着のインド人との間の混合の中で次第に醸成され、培われていった文化なんですが、そこにいくつかの特徴があります。でそれを、そこに挙げてみましたんですが、バラモン教世界の成立というところで、まずそのバラモン教という言葉ですね。このバラモンというのはこれブラフマンという、神様っていうか、超越的な世界をなんていうかな、司るパワーですね。そういうものを当時のそのインドの人たちは考えるようになったんですね。でそのブラフマンのことをなまってなまりというか、その発音を聞いて、これを、後の中国とか日本の我々がバラモンというふうに呼ぶようになったんです。だからこれの言語はインドではブラフマン、あるいはそのブラフマンの派生語のブラフマナというような単語から来てるもので、じゃあそのブラフマンとは何かというと、その超越的なパワー、そのパワーのことを我々も知ってるんです。日本人もそのブラフマンのことを呼ぶんです。何て呼ぶかというと、これを梵天様と呼ぶんですね。したがって、梵天様というのは、つまりそういう意味ではお釈迦様が仏教を作る前からインドにあって皆から信奉されていた神様なんですよ。で、バラモン教というのは、つまり翻訳しますと梵天教ということになるわけです。でそのことから分かる通り、このバラモン教というものが最も最高神として、あるいは権威として崇めたものがこの梵天とも言いますが、ブラフマンなんですね。そういうものが、世界全体にそのパワーを広げていて、我々はその梵をはじめとしたたくさんの神々の恩恵を受けながら、その恩恵で幸せをつかんでいくんだという、そういう、考え方なんです。これはちょっと言いますと、日本の神道とちょっと似たところがあります。八百万の神々がおられまして、その神々に我々が、手を合わせたり拝んだり、あるいは場合によっては、お賽銭をあげたりと、そういうことによってその、あれですね、神々から我々はご利益をもらうと。それとよく似た形の宗教世界がこの、インドで新たに生まれてくるわけです。でそのバラモン教の基本的な一番大元の聖典、つまりこれこそが神梵天の意志を我々に、もたらす最も重要視すべき教えというもので、これでベーダと呼ばれる聖典が作られるようになるんです。これは信じてる信者の人から見ると、これは作られたんじゃなくて、その聖なる世界から我々にもたらされたその人工物じゃなくてですね、
まさに宇宙の真理として我々にもたらされた言葉なのだというふうに、解釈されてますけれども、そういうベーダというものを、最高の究極の拠り所とする、これもバラモン教の一つの特性であります。でそのボンというものが宇宙全体にこう、満ち満ちており、そしてそのボンの言葉、ボンから伝わるその典型として伝わるベーダですね。そのベーダの、教えに従いますと、人は生まれながらに階級ごとに生きる道が決められているという教えがそこから出てくるわけなんです。でそれがカーストのベースになってくるわけですね。でそこに書いておきましたけども、カーストというのはご存知の方も多いと思いますが、4段階の階級がありまして、バラモン、クシャトリア、それからバイシャ、シュードラという4つの階級からできております。で、これがそのいわゆるアーリア民族がインドに入ってきたことによって、系統の違う2種類の人種がインドで混在することになるんですね。そして、まあ言ってみれば入ってきた方が強いですから、入ってきたアーリア系の民族が上に立ち、そして入ってこられた方の、進出してこられた方のもともとのインド人たちが階級的に下に置かれるという二重構造になり、その二重構造とさらにこのカーストで作られる4つの、身分差別制度、これがこう複合的に重なり合いまして、例えばですね、バラモンはほとんどがこれが、アーリア系のいわゆるインドヨーロッパ語を話す人々で占められている。でその下のクシャトリアに行きますと、幾分インド土着の人たちもそこに入ってくるけれども、大方はやはりインドヨーロッパ語系の人々が占める。そしてバイシャになりますと、これ一般市民ですから、両者が混ざり込む比率がだんだんとこのインド土着の人たちの比率が高くなってくる。そしてシュードラになりますと、今度は、土着の人たちの方が多くなるというふうに、2種類の異なる民族形態と4種類の異なる身分差別制度が、複合的に重なり合う形で、そのインドのこの人口を構成していくわけですね。人間の在り方を構成するという形になっていくわけです。でさらにその下に、実はこれはもう恐ろしいことで、チャンダーラと呼ばれる、これが前も申しましたけれども、カーストの中に入れてもらえないような人たち。例えばどういう人たちがこうなるかと言いますとね、インドで、カーストがある程度確定した後に、そのカースト文化がさらにインドの、南へあるいは東へと広がっていく中で、それまではそのカーストとは何の関係もなく、例えば森の中で暮らしていた少数民族のような人たちがいるわけです。ところがそこへカースト文化が次第に入り込んでくるんですが、もうすでにその段階で4つのカーストが定まっていたとしますと、その少数民族の人たちはそのカースト文化の序列の中にも入らない形でその世界に含み込まれていくことになります。そうしますと一番下のシュードラにも入れないということになってきて、こうしてそういういわゆる森の民族のような人たちはこのチャンダーラという形でカーストに入れてもらえないという極めて、差別のきつい状態に置かれることになる。ですからカーストは4段階なんですが、それで終わらないんですね。そこからさらにその非カースト、アウトカーストと呼ばれる人たちがさらにそこに加えられることによって、ますますその差別の状況は厳しくなっていくわけなんです。で、ここにチャンダラの横に漢字を書いておきましたですね。これセンダラと読むんですね。なぜこれ漢字なのかというと、実はこの単語は日本に入ってきたんです。日本で何に使われたかと言いますと、日本の部落差別です。部落差別で差別される、非差別の人たちを呼ぶときに、その人たちをセンダラと呼んだんですね。江戸時代とかその後の明治にもあったかと思いますが、そういうその部落差別がこう、あれですね、日本にこう広がっていた時代に、
その差別される人たちを呼び名としてこれが使われたんですが、実はこのセンダラというのは明らかに見て分かる通りチャンダーラの恩赦ですから、これもともとはカーストで使われていた、カースト制度の中で使われていたインド語なんですね。じゃあ日本の部落差別とカーストに何か関係があるのかと、その関係ありませんよ。全然関係がないのに言葉だけ同じ言葉を使う。それは何かというと、当然ながらインドから入ってきた文化が日本の部落差別にその用語言葉を利用されたということになるわけですね。あるいはもっと言うと、日本に持ってこられた言葉を誰かが使って部落差別の言葉として使ったということですね。でも当然お分かりの通り、インドから日本に文化が入ってきたというのはこれは何かと言いますと、これは仏教であります。従いましてこのセンダラという言葉は当時の仏教社会の中でお坊さんをはじめとした一般の人たちも含めて部落差別というものを行った人たちが利用した言葉なんですね。そういう意味では非常にこれは日本の社会にとっても暗い影を落としている言葉であるということをご承知おき願いたいと思います。今現在日本の仏教社会は日本の仏教界ですね、もちろんこういう言葉の恐ろしさということは十分認識し、また過去においてさまざまな誤った行いをしたということも十分反省し、こういうことが二度と起こらないようにしているということであります。私としてもそういう思いがこれからずっと続いていくことを願っております。そういうわけでインドにおけるこのバラモン教世界の中のカースト制度というのは日本人も全く無関係というわけではないということは知っておいていただきたいと思います。そこまでよろしいございましょうか。で前回申し上げました通り、このバラモン教世界が、さらに大きくいろんな広がりを見せて、例えば神様の数がどんどん増えていったり、あるいは聖地がいろんな場所にここは聖なるホーリースポットだということで、聖地が増えていったりして、このバラモン教がどんどんインド人の大衆文化の中にまで入っていって、一種お祭りのように賑やかな宗教が作られていく。それがヒンズー教であります。でヒンズー教の中には深い哲学もあれば、民衆が集まってお祭りをするというそういう明るい面もあって、しかしながらその根底にいつもこの3つの要素があるんですね。つまり、梵天というものをベースとし、で、やがて神様がいろいろ人気が出てくると、梵天よりももっと違う神様の方が人気が出るとかありますね。日本だったら例えば観音様が信仰が流行ってくるとか、そういうこともありまして、今ではインドでは梵天さんよりもむしろシバとかですね、ビシュヌといった別の神様が崇められておりますけれども、しかしベースとしてはやはりここに梵というものが存在しております。そしてその聖典としてベーダと呼ばれるこの聖なる言葉の集められたその聖典集ですね、そういうものが今でも脈々とね伝えられております。そしてカースト制度も残念ながらとてもそれがインドでなくなりましたなんていうことは言えないので、建前上法律上はそんなものはないということにはなっておりますけれども、しかし実際のインドの生活の中にはこれはまだ根強く残っているということなんですね。で、釈迦という人物はこの、バラモン教に対して反バラモン教の立場で、仏教という独自の宗教世界を作り上げていったんだということは前回お話しした通りです。それでは次回はじゃあこの中で釈迦はどのような立場で仏教を作っていったのかということを大枠お話をしたいと思います。今日はこれで終わります。ますますねコロナが流行ってきて大変なことになっておりますけれども、皆さんどうぞ健やかにお過ごしください。これで失礼します。ごきげんよう。